皆さんこんにちは。先日2025年3月4日にドイツで新型アウディ A6 アバントが発表されました。このアウディ A6 はメルセデスの E クラスや BMW の5シリーズと渡り合う非常にラグジュアリーなシリーズとなっています。我が家では日本での現行型である A6 アバントに乗っておりますので、今回本国で発表されました新型の A6 を見ていきたいと思います。アウディでは A1、A3、A4、A5 などとですね、数字でそれぞれの車種名を表しているわけなんですけれども、以前ですね、アウディは電気自動車はこの数字の偶数、内燃機関は奇数を使うというルールを発表して、2024年夏に電気自動車のモデルである A6 イートロンをデビューさせていたんですが、2025年の2月、先月ですねになりまして、そのルールを撤回すると発表しまして、従来通りのサイズとポジショニングによる社名が復活しております。そのため A6 改め A7 で発表されるはずだった今回の A6 がですね、この名前のルールの発表を撤回したということによりまして、新型 A6 のままで内燃機関で新しいものが出てきたという形になります。今後アウディはですね、偶数が電気自動車とかそういう形じゃなくって、数字の後にイートロンをつけることによって電気自動車であるとか、TFSI、TDI とつけることによって内燃機関という形でね、これまでと同じような名前のルールとなっていくということです。まず今回発表されました新型の A6 アバントですけれども、いろいろとですね報道されている情報を見てみますと、ボディサイズっていうのが書かれているところがあったんですけども、全長は 4990mm、 全幅は 1880mm、 全高は 1660mm となっておりました。現行型はこんな感じですので、少しだけサイズが変わってはいるんですけれども、報道されているものを見る限りですね、全幅に関しては 1900mm は一応切っている状況なのかなというふうには思います。今回の新型 A6 なんですけども、ダイナミックで効率的でデジタルなモデルへと進化しているということです。それぞれいろいろなキーワードが使われているんですけども、後でちょっとそういったところを見ていきたいと思います。そして現行の A6 同様ですね、ファーストクラスの移動体験を提供ということで、非常に快適なモデルとして仕上がっているそうです。まずはエクステリアを見ていきたいと思います。エクステリアはスポーティーかつエレガントなキャラクターを反映しているということで、すでに日本でも発売されておりますマイナーチェンジ後の A3 に関しましても非常にねスポーティーなデザインへと変わっておりますし、新型の A5 もスポーティーな印象が増えていますので、これまでアウディ車と言いましたら比較的おとなしめ、例えば BMW と比べた時には非常におとなしめなデザインで、どちらかといったらクールでスマートな印象だったかと思うんですけれども、スポーティーというのがキーワードとして入ってきているのかなと思います。まずはフロントフェイスを見ていきたいと思います。フロントフェイスですね、こちらまず真ん中に新型の A6 を載せておりまして、左側には我が家の日本の現行型の A6 ですね。で右側には先日発表されました新型の A5、こちら日本ではもうすでに発売されておりますけども、これを並べてちょっと見ていきたいと思います。まず新型の A6 と現行の A6 ですけども、だいぶ印象変わりましたよね。スポーティーがキーワードということなんですけども、本当にスポーティーっていうのが分かるような見た目になっているかと思います。これまでのアウディ車は非常にスッキリとしたような印象が強かったかと思うんですけども、少し筋骨隆々までいかないですけども、ちょっとねボディの感じ力強いような印象を受けるようなものになっているのかなというふうに思います。もちろんこれちょっと実車で見てみないとわからないですけれども、横の張り出しのフェンダーの部分のね盛り上がり方もそうですし、あとはフロントのバンパーの形状ですとか、そういったところも非常にちょっとこう力強いというか、より悪いようなね印象になっているかと思います。先日すでに発表されております新型 A5 に関しましては、以前の A4 に対するものだと思うんですけども、だいぶこのおとなしい印象から表情がついたようなね、先ほども言ったようにちょっと悪い感じの顔に変わってるかと思うんですけども、こんな感じとなっていまして、やっぱり新型の A6 と A5 はねやっぱり同じデザイン言語で作られてるんだなっていうのが分かるようなものになってるかと思います。別々に見ますと非常に両者似てるなと思ったんですが、こうやって並べてみますとやっぱりそれぞれ違いがありまして、新型の A6 の方がやっぱり
上の車格ということもあってか、よりワイドな印象もありますし、より堂々としたねようなデザインになっているかなというふうに思います。サイドに関しましてはアバントということでワゴンですので、非常にね流麗な感じで伸びやかでとてもかっこいいですよね。A4 とか A3 といったスポーツバッグとかワゴンあるんですけれども、やっぱり A6 ぐらいの大きさになってきますと非常に長さもあってね、かなり堂々とした伸びやかな印象がとてもかっこいいなというふうに思います。サイドからの印象に関しましては、それほど大きく素人が見たところでは変わっている印象はないかなと思うんですが、実際ボディを見た時にはですね、多分それぞれのプレスラインとかそういったところも変えてきているはずなので、この写真で見る限りですけども、やっぱり新型の A6 の方がおそらく現行の A6 よりも非常にボディのプレスラインがいろいろついていて、やっぱり光の当たり具合にもよってですね、だいぶ表情を変えてくれるようなものにもなっているのかなというふうにも思います。そしてリアの印象ですけれども、リアもだいぶスポーティーな印象になったかと思います。それはどのあたりかと言いますと、バンパーの下部の方ですよね。風のね向きを変えてくれるディフューザーっていうんですかね、この部分がついているところが新型の A6 も A5 もついていますので、かなりこの辺りからもスポーティーさとか、あとはちょっとこういうのがついている SUV っぽくね、ちょっと腰高にも見えるかと思うんですけども、そういった印象が強まったかなというふうに思います。個人的にはフロントもすごい変わった感じはあるんですけども、リアもねすごく変わったなと思っています。現行の A6 見ていただくと非常にやっぱりその辺りのね形状がシンプルですので、やっぱりちょっとおとなしいというか、ちょっと上品な印象が強かったんですけども、やっぱり新型になりましてこの辺りの力強さも出たので、やっぱりスポーティーっていうのがすごくわかるような感じになってるかなというふうに思います。ライトの形状もねちょっと変わっておりますよね。水平に真ん中に強く水平ラインを強調するようなデザインが新型の A6 も、そして A5 だとより分かりやすく入っておりますので、やっぱりその辺りからも水平基調が強まってワイド感がより高まったようなものになっているかなと思いますし、よりやっぱり先進的な未来感のあるものになっているかなというふうに思います。またこう見ましても、写真の加減かもしれませんけども、やっぱりフェンダーのね横の部分の盛り上がりっていうのはより新型の方があるような感じがするので、ちょっとお尻がドカッと大きいような感じでね、非常にこの辺りも下に向かっての力強さがあるので、大きな車により見えやすくなったかなというふうに思います。続いてはインテリアを見ていきたいと思います。インテリアにつきましては、ドライバーオリエンテッドの操作コンセプトを採用して、パノラマディスプレイとパッセンジャーディスプレイによって新たな次元のデジタル体験を提供するということです。こちらはですね、新型の A6 を中心に、現行の A6 そして新型の A5 と写真を並べてみました。こう見ましてもやはり右2つの新型はですね、かなり内装の未来感が強まっているのがわかるかと思います。具体的にはやっぱり先ほども言いましたように、パッセンジャーということで同乗者ですね、助手席側の方のディスプレイがあるっていうところがかなり大きな違いかなというふうに思います。現行の A6 も非常にこの辺りねかっこいい感じで、未来感あったんですけども、やっぱり助手席側にはそういったディスプレイはありませんでしたので、この辺りが入ることによってかなり未来の車っていう印象が強まるかと思いますし、下に触れてみるのも楽しみな感じの内装になっているかと思います。それぞれの内装の細かいところにつきましては、実車を見る機会が出た時に詳しくお伝えしたいと思うんですけども、新型の A5 に関しましてはすでに日本に来ておりますので、近々ですね実車の方を見る予定がありますので、そちらでお伝えしたいと思います。そしてインテリアなんですけども、この新型の A6、天井を見上げるとほぼ全面を覆うガラスルーフがありまして、そのガラス自体が調光や熱線防止機能を持っているデジタルカーテンとなっていて、車高用のスクリーンなどがない分高い室内高を確保することに成功しているということです。このデジタルカーテンなんですけども、以前ですね試乗でイートロン GT に乗った時にありまして、本来ですねパノラマルーフとかガラスルーフがあるものは、暑いタイミングがありますので物理的なシェードがついてて、それがガーッと出てきてね覆うような形で日を避けてくれるっていう形だと思うんですけども、このイートロン GT も実際そのシェードはついてなくてですね、ボタンを押しますとガラスが色が変わって不透明みたいな形になるんですよね。でどうやらそれで実際の熱線を防止してたりとか光も防止してくれているということで、これが今回新型の A6 にも技術として降りてきたということで、これがついているということです。これ単にパッとねガラスの色が変わるんじゃなくって、ちょっとこの辺りアウディの遊び心もあるのかなと思うんですけれども、このディスプレイですね、真ん中のセンターディスプレイナビがあるところあると思うんですが、これを介して個別にこのデジタルカーテン制御することができまして、4つのこのパターンから選ぶことができるんですよね。
ですので単にバーッと暗くなるんじゃなくって、なんかちょっとこうデザイン的にね、ここはグレーでここは透明みたいな感じの、なんかちょっとこうおしゃれな天井にすることもできたりするので、この辺りは非常に遊び心もありますし、かなり先進的な装備になるんじゃないかなというふうに思います。また走行面でもですね、やっぱり変化はあると思うんですけど、この辺りは実際走ってみないとわからないところではあるんですが、実際広報資料にありましたものの一つとしてご紹介すると標準装備としてですね、プログレッシブステアリングというのがありまして、よりダイレクトなレスポンスを実現しているということです。トーションバー、そして合成高く取り付けられたステアリングラック、強化されたコントロールアームブッシュなどの改良によって、先代の A6 よりもステアリングホイールからタイヤまでの剛性が全体的に向上しているということなので、非常にステアリングもね、気持ちよく切れるものになっているんじゃないかなと思いますので、だいぶ日本に入ってくるのは先かと思うんですが、一回やっぱり現行の A6 オーナーとしては試乗してみたいなというところです。気になる価格なんですけども、これはまだ日本ではまだね全然発表もされておりません。現地で発表されたばかりですので、現地の価格をちょっとお伝えするしかできないんですけれども、現地の価格ではこの A6 のエントリーモデルのガソリンの FF モデルですね、こちらが日本円で928万円くらいということでした。現行の A6 は一番安いモデルで、車両本体価格としては814万円ですので、やっぱりこれよりは100万円ぐらいは上がってきているということになります。やっぱり先進的な装備も入っていますので、デザインも変わってますので、この辺りもね100万円アップということで現地価格で見るとなっております。これが日本に入ってきた時にどれぐらいの価格に落ち着くかっていうのはちょっとわからないところではありますが、やっぱり最近は改良を経ると、アウディ車ぐらいですと100万ぐらいはアップしていくっていうのが当たり前になってきてしまっているのかなと思います。ちなみに新型の A5 のエントリーモデルの価格としては624万円ですので、この辺りの差もねあるかと思いますので、やっぱり A6 の方が価格としては日本でも上のものとして発売されるんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、ドイツ本国で発表されたばかりの新型 A6 につきまして、日本での現行のですね A6 オーナーとして感じるところですとか、発表された内容についてお伝えいたしました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではアウディ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。